皆さん、こんにちは。ケンです。今日はこの誰でも知っている美味しいという言葉について、ちょっと別の意味の面白い使い方をご紹介したいと思います。さて、この美味しいという言葉、日本では別の言い方もよくします。それは、うまいです。うまい。うまいという言葉とおいしいという言葉、意味は同じです。食べ物とか飲み物とかがおいしい、うまい、全く同じ意味なんですけれども、おいしいの方が少し丁寧な言い方かもしれません。うまいはもうちょっと日常的に使う砕けた言い方ですね。どちらでもいいです。普通漢字で書くこともありますけれども、ひらがなで書くこともよくあります。なので今日はこのおいしいうまいをひらがなで書いていろいろご説明したいと思います。さて皆さん、このおいしいうまいという言葉を聞いて、どんな食べ物とか飲み物を思い浮かべますか？自分の好きなもの何でもいいんですけれども、私が最初に思いついた食べ物はこれですね。焼肉。あんまり食べないんですけれども、なぜか急に食べたくなる日がありませんか？美味しい焼肉、うまい焼肉、ジュージューと焼いてみんなで食べるのはとっても楽しいですよね。もちろんお寿司。これはもう1週間に1回ぐらい食べたいです。美味しいお寿司、うまいお寿司。私がよく行くのは回転寿司です。逆に高級のお寿司屋さんは、日本人はよく回らないお寿司屋さんというんですけれども、ちょっともちろん高級だったり高かったりします。最近は回転寿司でもとても美味しいお店があるので私は満足しています。あとは飲み物ですね。美味しいコーヒー。朝起きた後、自分で豆をひいてコーヒーを入れます。1日4杯ぐらい飲みます。ちょっと飲みすぎでしょうか。さて、このように美味しい、うまい食べ物、美味しい、うまい飲み物という言葉を今使いましたが、こういう言葉があります。美味しい話。うまい話。今日のテーマはこの使い方です。ちょっとなんか変ですよね。話というのは食べ物ではありません。飲み物でもありません。じゃあこの美味しい話、うまい話というのはどういう意味でしょうか？また、話という言葉自体も何かちょっとよくわかりませんね。動詞ではありません。実はこの話という意味は情報、チャンスという意味です。物語や言葉という意味ではないんですね。戻りますけれども、美味しい話というのは美味しい情報、美味しいチャンス、うまい情報、うまいチャンスということです。それでも意味がわかりませんね。美味しい情報って何ですか？レストランの何かお話ですか？うまいチャンスというのは何か美味しいものを食べられるいい機会の話でしょうか？よくわかりませんね。このことについて今ご説明します。こういう使い方をします。美味しい仕事の話、つまり美味しい仕事の情報、うまい仕事のチャンスということです。例えばこういう例文があるのでちょっと見てください。時給1万円です。アルバイトのお仕事ですか？とても簡単な仕事です。時給1万円というのはちょっと
すごく多くないですか？日本で例えばコンビニでアルバイトをすると1時間だいたい1000円です。もちろんコンビニの仕事は簡単ではありません。とても忙しくて大変な仕事です。こんな仕事は皆さんあると思いますか？同じようにうまい仕事の話、未経験でも大丈夫。経験がなくても大丈夫ですよ。できますよ。月収100万円。こんなに多くもらえるというのはちょっとなんかびっくりしますね。日本人がだいたい、例えばアルバイトでもらえるお金は20万円いかないと思いますね。普通学校を卒業してどこかの会社に働いても1ヶ月20万円ちょっとだと思います。そこから税金とかが引かれちゃうのでもっと少なくなるとは思います。今度は投資の話です。おいしい投資の話。1ヶ月で、また1ヶ月ですけれども、1ヶ月で10万円が30万円になります。どういう投資かわかりませんが、10万円が30万円、3倍になりますね。皆さん、こういう投資の話が来たらやってみたいですか？お金出しますか？なんかちょっと変ですね。なんかちょっとおかしくないですか？つまり、この美味しい、うまい話というのは、努力もしないで簡単にお金がもらえる、お金を稼ぐことができる、そういった情報とかチャンス、機会のことなんですね。そういうことを表すときに、いや、美味しい話がありますよ。何々さん、ちょっと聞いてください。うまい話があるんですよ。絶対お金がね、たくさん儲かりますから。どうですか？やりませんか？というふうに来るんですね。皆さんこういう美味しい話、うまい話を誰かから聞いてやりたいと思いますか？どういうふうに感じますか？普通こういう話を聞くと怪しいと思いますよね。この怪しいというのは奇怪という意味ではなくて很可疑、ちょっと不自然だということです。何か裏があるというような意味ですね。つまり先ほど紹介した何も努力しないでもたくさんお金がもらえる投資の話、仕事の話というのはあまりにも不自然なので、例えば人を騙すような詐欺のことであったりすることが多いです。とても危険性がある情報なんですね。こういう時に日本人は、そんな美味しい話はありません。そんなうまい投資の話はありません。存在しません。というふうに言います。実際こうやって詐欺で騙される人が残念なことに多いので、みんなこういう話には気をつけましょうというふうに警察も言ってますね。美味しい話に気をつけてと言っています。さて、じゃあどうしてこの美味しい、うまいという言葉が、この何も努力しないで簡単にお金が稼げるという意味になってしまったのでしょうか。この美味しい、うまいというのはもちろんいいことです。いいことなんですが、この意味がだんだん別の表現に使われるようになってきました。それで簡単にお金を得るというのは手に入れることができる、稼ぐことができる、儲かるというような意味ですけれども、簡単にお金を得ることができるという意味に今は使われることが多くなったんですね。ですから、美味しい、うまい話というのは食べ物、飲み物のこととは全く関係がありません。ですからもし何か皆さんが美味しい仕事の話、うまい投資の話を聞いたら、
先ほども言いましたけれども、気をつけてくださいね。お金がなくなっちゃいます。さて次なんですが、この美味しいとうまい、この反対の意味は何でしょうか？美味しくない、うまくないと否定することもできます。でも、難吃難喝と言いた場合は、どう言ったらいいかというと、まずいと言います。漢字で書く場合もありますし、ひらがなで書く場合もあります。カタカナで書く場合もあります。もちろん全部意味は同じです。もちろん漢字を使った方が少し丁寧で、カタカナを使うとなんとなく軽い感じがします。でも意味は全く同じです。さて、このまずいという言葉ですが、先ほどの美味しい、うまいと同じように別の意味があります。ちょっと例を見てみましょう。まずい。今日は彼女の誕生日だ。誕生日は美味しくないということではないですよね。変ですよね。これはどういう意味でしょうか？まずこの今日は彼女の誕生日だ。だというのはでしたということですね。今日は彼女の誕生日でした。それを多分男の人が忘れていたんですね。本当は誕生日だったら何か一緒にお食事を外でするとか、プレゼントを贈るとかしなければいけなかったのに、この男の人は彼女の誕生日のことを全く忘れていて、何の準備もしていなかったんですね。こういう時にまずいというふうに使います。味の意味ではなくて、中国語で直接言っちゃいますけれども、不妙、つまり状況が非常に良くないという意味で使います。同じようなこういう例があります。まずい、宿題を忘れた。今日は先生に宿題を出さなきゃいけなかったのに。こういう状況は非常に良くないです。どうしようどうしようっていうなるわけですね。まずい、財布を落とした。家に帰れない、会社に行けない。どこに落としたんだろう。大切なお金も入っているし、カードも入っているし、どうしようどうしよう。良くない状況です。となるわけです。先ほども言いましたけれども、まずいというのは良くない状況が起こっている。もしかしたらそれを解決できるかもしれないですけれども、解決できないかもしれない。いずれにしても、今、とても焦っている状況です。こういう時に、まずい、どうしようどうしようどうしようというふうな感じで使いますね。これも同じようにどうしてこうなったのか見てみましょう。まずいというのはもちろん美味しくないということですから悪いことです。悪いことという意味の表現が広まって危険な状況という意味に使われるように今はなっているんですね。もちろん美味しくないという意味でも使います。つまりこのまずいは2つの表現の方法があるんですね。もし皆さんがこの言葉を聞くチャンスがあるとすれば、もしかしたら日本のドラマとかアニメでよく聞くかもしれません。例えばですよ、まずい、警察が来た。誰か悪いことをしている人たちがいて、警察が来ている。逮捕されるかもしれない。それはその悪い人たちにとっては危険な状況なわけですね。ですからそういう時に彼らはまずい、警察が来た、まずい、逮捕されるかもしれないというふうに使うことができます。じゃあ皆さんが日常的にこの言葉を使ってもいいかというと、使ってもいいです。別に犯罪者だけが使うわけではないんですね。友達とかの親しい人たちの間であったらこれを使っても全然 OK です。
まずい、宿題を忘れた。あ、まずい。彼女の誕生日忘れた。あ、まずい。今月はもうお金がない。全部使っちゃった。というように自然に使うことができます。はい、今日はこのように美味しい、うまい、まずいについて全く別の表現方法をご紹介しました。同じように甘い、苦い、渋いという中国語で意味がわかると思いますが、このような言葉も味を表現する以外に全く別の意味を表現することもできます。それはまた別の機会にご紹介したいと思います。はい、じゃあ今日はここまでです。皆さんお疲れ様でした。じゃあね。